こんにちは、斉藤直樹です。かっちゅんです。はい、今日はですね、娘ちゃんとお絵描きをしていこうと思うんですけれども、たまにね、出てくる娘ちゃん、かっちゅんです。はい、かっちゅんさん、何年生になったんですか？ 4年生。あー、でかくなりましたね。うん。なんか1年に1回ぐらいね、かっちゅん出てきますけれども、今日はかっちゅんとね、楽しくお絵描きしていこうと思っております。で、今日何をするかっていうと、合作です。合作。二人でね、一つの画面に絵の具を使ってお絵描きをしていこうと思っております。何描く？女の子。あ、女の子描くか。じゃあ、かっちゅんがメインの女の子を描いて、で、パパがさ、その女の子をこう可愛く、周りをこう賑やかしていくみたいな、そんな感じの。で、こっちゃって。そう、やっていこうかなと思ってます。どうする？どんな女の子？髪型は？あ、夏系。夏系の女の子にするか。やっちゃいますか。じゃあ楽しんでお絵描きしていきましょう。頑張ります。はい、行ってみましょう。どの色使う？最初に。これつけて。つけた。いいね。違う色とか。そしたら、ここで、ちょん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 ってこう。これで拭いていいよ。そうそう、つけて。鮮やかな髪色の女の子。ミクちゃんみたいな。このままだとミクちゃんのパクリになっちゃう。別にパクリじゃなくてもいいんだよ。ミクちゃんになっちゃってもいい。やだ。ダメなの。ダメなの。かっちゅんが許さそうかそう。オリジナルがいいのね。ない。何かに似ちゃダメなの。お、鮮やかなピンク色。髪飾り。ほっぺたもん。こっちの色。紫。ツインテールなんだけど、両方髪色が違うんだ。これでミクちゃんじゃなくなるね。ミクちゃん全部あれだもんね。エメラルドグリーンだもんね。だからパクリになっちゃうっていう。あ、そっかそっか。ただのツインテールだったら別にミクちゃんじゃないから。全然ただのツインテールじゃないけどね。めっちゃ派手だけど。目ですか？いいね。なんか変わった色だね。目が。でしょ。いいね。新しい。オレンジっぽい赤かな。あ、違う、ピンクだな。あそこもピンクが良かったね。で、服もピンク。可愛い。全体的にパステル調で鮮やかな色味ですね。これ何？意識的にこう全部パステル調で揃えてんだ。好きな色を使ってたらパステル。パステルに塗ってんだ。首ね。塗り残しのところもね。もういいですね。もう今度は結構鮮やかな青いきますよ。いいね。結構締まったね。色が締まりますね、それで。すごいよく下書きなしで描けるね。下書き用の鉛筆を渡してないけどね。渡してないからね。下書きのしようがないけど。ぶっつけ本番であんたはよく描けるね、それね。そして腕を描くんですか、もしかして。正解。なんで分かっちゃう？だんだん分かってきました、私も。あなたの作戦が。じゃあ下のズボンの色予想しといて。言わないでいいから。分かった。言わないでいいの？言っちゃうと引っ張られちゃうからね。言っちゃうとさ、絶対かっちゃん変えるじゃん。変えちゃう？分かった。当てられたくないじゃん。じゃあね、あれだな。あれだ。分かっちゃったの？分かっちゃった。やだもん。どういうノリだ。やだもん。いいね。ちゃんと指の先まで描くんだ。そっから手で出るの。すごい。どうなったよ、それ。ズボン悩む。絶対パパが思わないよ。いやなんでもいいですよ。あなたの理想の色を。ああ、そこ行きましたか。全然違いましたね。何色だと思ってた？私はね、これだと思ってました。全然違った。全然違ったね。それは全然候補にもなかった。確かにね、ちょっとガチャガチャした色になっちゃうもんね。ちゃんとコーディネートを考えてるんですね。確かにその色の方がいい。そこに緑を置いたらちょっと髪と一緒になっちゃうもんね。ちょっと被っちゃうもんね。失礼しました。靴の色何色にするでしょう？言わないでよ。あれだなぁ。あれか。あれだなぁ。どれでしょう？まだ全然決めてないから。決めてないの？でここまで結構統一感を重視して描いてますから、あんまりなんか突拍子もない色を使わないと思うんですよ、私は。突拍子もない。なんか揃えてきそうな気がするんですよね。かっちゃんここから取るけど。当たってますね。そこまでは当たってますね。私の予想は当たってますね。当たってんのやだ。やだ。きっとあれだと思いますよ。やだ。まずこれは絶対ない。違いますね。肌色と似てますからね。かっちゃんはこの4つから選ぶよ。どれこの4つ。この4つから。ありますね。あるの？ありますね。この4つから選ぶんですね。かっちゃん。はい。これにし。当たりました。やだ。
絶対青系で行くと思ったんですよ。やだ当たられちゃった。やったー。だったら当てちゃうんだからセンスが揃いましたね。予想外にヒール履いてんだ。ヒール履いてると思ってなかった。すごいね。笑いすぎて変なのに入っちゃってまあいいや。何履いてると思ったん？いや、なんか普通にヒールない靴かなと思って。じゃあそこは外れたな。はい、キャラクターはじゃあこれでできましたね。はい、じゃあちょっとここから危ないんですけれども、これカッターです。ペン型のカッター。でこれでこの女の子のところのマスキングを切ってってほしい。で、もうなぞる。そうするとさ、ほら切り抜けるでしょ。でここはガードされててマスキングで。どういったものでしょうでか。こっちはこうやって切れますね。これをちょっと気をつけながら切ってってみて。ここまで切ったから。で刃はね手前にこう向けた方がいい。これを回転させながらこうやってこういう風に切ってて、紙まであんまり切らないように力加減を調整してください。怖い。紙切っちゃうとさ、この子がペラーンってペラーンってなっちゃうから、力入れすぎたかな。力を絶妙にコントロールしてください。先言ってくんない？感じてください。先言ってよ。で、これかな？そう。そこを破いちゃってもいいよ。いいって。そう。抜けた。やった。はい、他のとこもやってください。これはなんでここマスキングしてるかというと、なんかシューってやった時にここがなんかそう潰れちゃったらさ、助けて。なんかもったいないじゃない。もったいない。はい、マスキングできました。やったー。ではここからね、ここにスプレーアートしていきましょうか。この青にする、これがねエアブラシって言います。エアブラシで、ここに絵の具入れて、拳銃みたいだね。絵の具入れて、うん。これでこうビーってやるとここからスプレーが出ます。でこれ試しにさ水でやってみますね。ここに水をピューって入れます。そうするとここに水が溜まるよね。すごい。でそしてここで押して引くとここから水が出る。やって、勝手にやって。夏に気持ちいい。やってみ。本当だ。でこれ絵の具でやるとここにシューって吹きつけられるから絵の具がつくんです。ここに。いきますね。こうやるとここに吹きつけられるの。本当だ。でしょ？今濡れただけだけどね。ちょっと緩くしないとなかなか吹きつけられないので。お水じゃじゃ。トゥルンティンティン。トゥルンティンティン？何どういう意味？どういう意味ですか？トゥルンティンティンって何ですか？何も考えないで言ったんですね。トゥルンティンティン。変な言葉を発しちゃった。気をつけてください。いや。で今これね、青出ましたね。でここに吹きつけてみてください。ほら、出ましたね。出ました。いいですね。そうです。近づけると結構多くなって、そう。できた、すごい。でこれで塗ってみましょうか。びっくりしすぎて死んじゃいそう。これ好き。学校に持ってって学校でブシブシしたい。楽しいでしょ？学校の先生にぶちまけたい。やめてください。それはやめてください。やっちゃってください。この子にかかるんだ。かかっていい。大丈夫なんだよ。そう、マスキングしてるから。いいね。じゃあ例えば一回さ、もうこうやってマスキング後で剥がすから。女の子にかぶせたらわざわざそこにかぶせないみたいな。マリオのジャンプ音がもう一回お願いします。マリオのジャンプ音。うまいですね。うまいでしょ。異様にうまいですね。Google だ。イエーイ。いいですね。これで完成？
完成ですか？完成です。完成です。じゃあ、マスキングちょっと取っていきましょうか、これ。静かにマスキングこうちょっと剥がしてってこうやって。怖い。最初の下めくり。一めくりしたじゃん。ダメなの、違うの。もうちょっとめくってほしいの。この辺。全部じゃねえか。これいいじゃない。いいでしょ？気持ちいいでしょ？やってごらん。どこが何なのかわかんない。ちょっと嫌な音した。って音した。ちょっとドキドキするよね、それ。怖いね。怖い。怖くない、大丈夫。怖い。ちょっと、なんか急に女子みたいな感じで。女子アピールやめてください。なんか男子にちょっと手伝ってもらう時の猫なで声をやめてください。男子やって。男子になるときはもうちょっとなんか、命令口調。命令口調おい、やれよ。みたいな感じ。本当に？いやー、痛いって。それぐらいだって、あ。じゃあこの辺ちょっとこう塗りつけますか？完成！やった！これ解説お願いします。どこがポイントですか？あなた書いたんでしょ？これ綺麗だね。でもね、なんか後ろのこう。そう、綺麗なの。うん。だからこれパッキリこの人がさ、してるのに比べてさ、後ろがなんかすごいこうエアブラシで、ふわーっとしてるから、なんか結構不思議な感じするよね。急に浮かんできたみたいな。そういうイメージ？パッキリ不安みたいな。パッキリ不安がテーマ。この最後にこう吹きつけたこの赤が効いてるじゃん。ぐる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 っとこう現れたような。いいね。いいね。この緑がなかなかね、存在感が結構あるね。ねえ、このね。でもさ、結構この色好きだからこの色がちょっと頑張ってくれてる。ああ、もうちょっとやればよかった？うん。じゃあ次はちょっと反省を生かして、こねえ、のことでチャレンジしてみてください。もう一回やりたくなってきた？今日はちょっと寝なきゃいけないのでここでおしまいです。やったー！イエーイ！はい、じゃあ下書きしていきましょう。まず女の子じゃあ大きく書いてよ。おお、当たりを取っております。ちょっと待って、プロじゃん。その書き方。それはあれですね。パパの教えを活かしてるんですね、もしかして。すごいね。小学4年生にしてこの棒人間の当たりを取る末恐ろしいですね。あ、ピースサインをね。で、これちょっと薄くして上から書こうか。下書き残ってるとね。じゃあ肉を描いていいかな。肉を。肉付けしていくのね。親指がね、こっちで。こんな感じ。横に資料があります。夏だから、花火。バーンって後ろにこう、打ち上げ花火がさ、こう散ってるイラストにしない？いいね。いいでしょ？髪の毛どうしよう。髪の毛どうする？ショートカットか長いかどっちが良さそう？夏だからショートで。ショートで。まあショートとはいえちょっとこうツインテールというか。そうそう。ママ大体こう。ああ、ちゃんと当たりを書くんですね。やりおるな、お主。バランスを最初に確かめながら。こんな感じね。大体完成。大体こんな感じ？じゃあここから色塗っていこうか。この花火はね、塗りでどうにかしましょう。この辺にもなんかこうちっちゃく上がってたのに、パーンみたいな。よし。これを下書き完成。塗っていきましょうか。はい。ここにね、絵の具がいろいろありまして、で、これが紙パレットですね。紙パレ。この紙パレの上で、こう、絵の具をね、混色することもできます。そう。例えばさ、この赤、こうちょんちょんってこう塗って、紫っぽくしたいなとか思ったら、こういう青とかを。やっぱそう言いますか。そう。だったらこう、ほら。赤紫っぽくなるでしょ。って感じでこう混色しながら塗っていってもいいですよ。OK です。はい。じゃあ塗っていきましょうか。塗っていこう。じゃあパパはこの背景から塗っていくから、かっちゅんは人物塗っていってください。はい。もう目が青ですね。夏らしい色。夏らしい色だよね、やっぱりね。花火をね、後で描き入れるから暗めの色にしないとね。確かに。まあ夜だもんね、花火って。紺とかそんな感じだよね。そう。分かってますね。分かってます。なかなか分かってますね。センス良すぎじゃないですか。
ちょっと下に行くに従って明るくしようかな。センスいいね。センスいいですか？ありがとうございます。ちょっとあれだな、端っこまで行くのがなかなか大変だから、端っこマスキングしちゃおうかな。なんかこう、なかなかこんな交差しながら描いていくことないからね。ちょっと楽しいですね。何色にしようかな。どこの色を迷ってるんですか？この中。ああ。ね、水色系がやっぱいいよな。これにしよう。ボキってなんか折れましたよ。体内のどこかが折れちゃった。またスーってやつやる？やる？スプレーやりますか？やりたい。もうスプレー何どうした急にどうしたすんません。なんて言おうとしたの？いや、何も言おうとしてない。ああ、なるほどね。言い始めて、何も言うことなかったわって気づいた。そう。そういう感じ。あ、ここね。でもその前にね、ちょっとこのさ、スカートでできてる影とか、ここの影とか、この顔でできてる影とか塗りたいんだけど、どの色を買わせればいいかとか。影塗っちゃうんですね。なんで？影をつけようなんてあんた。すごいですね。ここにね、肌の影用の色をちょっと作ってみたんですけど、これ良くないですか？いいね。やってみる。いいね。いいですか？影付けまでやってのけるんですね、あなた。髪の毛の色を何色にするかっていうね。何色がいい？何色がいいだろうか。後ろがね、結構暗色だからね。そうね。それも関係してくるかもしれないね。でもさ、女の子自体明るい方がなんか後ろに対して目立つかな。明るい色の方がいいから、でも淡い色の方が好きだからね。にしよう。いいですね。青い髪の子だね。これはいい家になる。いい家になりそうですか？なる。絶対にならせる。する。そして上に花火が上がるはずですから、花火ってこう反射するじゃん。反射する。ほら、こうやっぱりそうするよね。映るんじゃないかと。映るよね。予想してました？だって映るもん。こうするんじゃないかと。光は入れるんじゃないかと思ってたけど、その色だとは思わなかった。さすがですね。女の子完成間近。とりあえずじゃあここから花火入れて、でそこから女の子またさらに仕上げましょうか。はい、じゃあちょっと女の子マスキングしていきましょう。はい、じゃあね、マスキングができたので、ここに花火を描いていきましょう。花火タイム。何色の花火がいいかな。派手にいきましょう。こっちがパステルだからね、結構派手な派手にね、いきたいよね。ちょっとさ、パパさ、最初派手な色。パが多かったよね、今。パ。ちょっと派手な色。派手な色、ちょっとやっちゃいますか。最初にね。パパ、派手な色を選んで。アレクサみたいに言わないでください。こう、放射状にね。いや、まだ今面白いちょっと面白い感じになってるけど、こっから綺麗になっていくからね。こっから綺麗になっていきますから神みたいになってるけど、でも花火っぽくなってきたんじゃないの？なっていくから、ちょっと書いてよ。花火。合作の花火。じゃあこっちもこっちに書いちゃダメ？いいよ。ちょっとスプレーやってみますか。やってみ？ね。やってみって。あなたもやるんですよ。やってみなんて言ってね。やっちゃみって言う。やっちゃみましょうか。レッツゴー。ではですね、スプレーでここにね、シューッとやっていってみましょうか。あたりを、やると。女の子が元気になってる。おもろこの辺やってみて。そう。いいでしょ？この辺にもやってみて。これキラキラの部分。そう。こっちにも。ここら辺も、ピャーンってやると、多分ね、綺麗になると。なんでキラキラなんでしょう？なんでよし、じゃあマスキング取ってみようか。
本物の子を今出してるよ。本物の子を出してる。今まで覆われてたからね。このマスキング1億円で売れる。1億円で売っちゃう？売っちゃう。売らないで飾っといた方がいいんじゃない？そっか。1億円の価値は、だってこんな力作なんだもんね。お、いいですね。じゃーん。じゃーん、素晴らしい。ちょっと仕上げで上から塗ってみる？どっか。ね塗じゃーん。完成？完成ですか？先生。うん。はい、花火と女の子のイラスト完成です。やったー。はい、というところで作品が完成しましたー。やったー。いや、力作ですね。うん。うまくいったんじゃないこれ。うん。ねえ、うまくいったね。はい。じゃあちょっと、見ればわかると思いますけれども、ちょっと作品を解説していきましょうか。かっちゅんさん、この女の子の可愛さのポイントはどこですかね？ドゥー。どこにこだわって書いてある？ね、ドゥオータイとね。ドゥオータイ。あ、この水着のとこ？そうそう。うん。なんか水着的なところのね、うん、グラデーションのね、なんかね、周りとのね、マチマチ。この青色から、この水色に移るところの、このグラデーション。これ綺麗だよね。うん、それを考えたね。うん。あとね、スカーちゃんとのね。スカーちゃん。言語感覚が独特。このフリルのとこね。中が薄くて、白くて、なんか、そう、綺麗なの。綺麗だよね。影が結構こだわってなかった？あ、そうそう。影のね、なんかピンク系の色を塗ってからね、肌色をね、その上からね、やるとね、結構いい感じの色になるんですよ。あ、ちょっとこう透明感が出るっていうことを発見したってことか。そうです。あ、素晴らしいですね。パパはですね、この、後ろのこの花火、最初笑ってたけどね、この、パンパカパーンみたいな感じになってて、ちょっと面白かったけど、ほら、最終的にさ、ほら、綺麗な花火に見えない？うん。ねえ。なんかこの最後にね、このスプレーでシューってやって、この真ん中が光ってる感じにしたのが、パパのこだわりです。どうでしょう？これ良かったでしょ？最後、シューってやって。このスプレーね、エアブラシ、めっちゃ楽しいでしょ、あれ。またやりたいでしょ、あれ。またやりたい。部屋にぶちまけてみたい。部屋にはぶちまけないでください。はい。というところでね、絵の具って結構準備するのが大変ですけれども、でもやってみるとね、なかなか楽しいものなので、たまにはね、ベタベタ塗り重ねてみるのも楽しいのではないでしょうか。はい。やってみるとね、すごい気持ちよかったです。気持ちよかったね。楽しかったね。オッケーオッケー、楽しいです。適当なやつだ。といったところで、見ている人もね、見ていて、やってみたいなと思ったら、たまにね、絵の具でこんな風にお絵描きしてみるといいかもしれません。はい。今日は楽しかったです。イエーイ、大成功。大成功。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。